レビアタン先生のオタク FM セブンスヘブン。皆さんこんにちは。オベイミーレビアタン役の加田聡です。この番組はオベイミー7周年を記念して7周年イヤーをもっと楽しめるさまざまな企画をゲストの皆さんと一緒にお届けしていく番組です。さらに毎回このオタク FM 配信月に誕生日を迎えるキャラクターのキャストをゲストにお迎えして7周年をみんなで盛り上げていきます。ということで6月のゲストはこの方。さてお前たち、この時間を楽しみにしていたか。ルシファー役の山下和也です。はい、ごめんなさい。タイトルコールで僕がこれセブンセブンって2人で言って、レビアタン役の加田聡ですって始まった瞬間、やってもうたみたいに火つくのやめてもらっていいですか。いや本当にもう出だしからテンション下がっていくのやめてもらっていいですか。ちゃうね、もう、なんだろうな、はい、オタク FM も数こなしてるんだけれども、まだねやっぱりねいっぱいいっぱいなんですよ。なんでやねんマジで。だからセブンスヘブン覚えてたよ、覚えてたんだけれども、それよりももっと先のことを、これどうしようかなって今更考えてたの。ちゃうキャリアあなたほどのキャリアがある人がいや本当にごめんなさい。なんだけど自分をフォローするわけじゃないんですが、まあこれがそのなんだろう、ラジオの醍醐味かなって思ってるんです収録生やったらこのなんかあれがあるけど、そうだよね。でももうこう喋ることによってもうカットできなくなりましたから。あ、本当？しかもこのセブンセブン一発目のタイトルコールからこれが起こったっていうことは、まあねまあこういうもんやっていうことがそうだね、皆さんにも分かってもらえるんじゃないかなっていうふうには思いますが、はい、みんなごめん本当に始まる前から山さん、いやーちょっとねみたいなそうだね、あれみたいな感じになってましたけどもそんなテンション。いやでもさ、緊張はしてるんだけど、前回のオタク FM、僕が MC をさせてもらった時、そうですねからちょっとしか間空いてないじゃん。ああまあ確かに。だからすげえその久しぶり感がなくて、おまた来たぞっていう感じもあるのよ。やってやんぞみたいな。まあやってやんぞじゃないけど、でね、やってやんぞじゃないんだけれども、前回は僕が進行させてもらったわけで、ありがたい、はい、今回僕ゲストという形なんだけれども、やっぱりねこの席が安心すんねんね。普段の位置とは違いましたからね、前回は。せやねん。僕が普段座ってる位置に山さんがいて、で山さんが座ってる位置に僕がいてっていうゲスト席と MC 席が今ちょっと逆でしたもんね、前回は。せやねん。あの時落ち着かなかったですか？もうずっとそわそわしてた。進行台本はもちろんあるんだけれども、なんだろう、これ以上になんかちょっとアドリブ入れなきゃいけないよね、なんて話したらいいんだろうねっていうのを常に考えてた。だからこれが自然にできる課題案ってすげえなって思うんですよ。いやほんまにね、悪いですよ。なんでよ。悪いですよ。悪くないよ。自然にできてるわけがないじゃないですか。いや僕だってシミュレーションにシミュレーションを重ねてやってる。もう頭の中でほんまに常に最悪の想像をして、それはでも大切かもしれない。どう滑るかどうやったらゲストを怒らせるか最悪のシミュレーションをした上で、でそれ以上の最悪はないやろという上でやってきてるんですから、僕だって。でもそんなね怒らせるようなことを言うようなキャラクターでは僕はないと思うしさ。まあそうかもしれませんが、いつもニコニコ笑顔で書いておりますよ。メモになんか書いてありますけど、これなんて書いてるんですか？レビーの ASMR って書いてます。何の話しようとしてんですか？ゲヘゲヘ下品な笑い。いや面白かった。面白かった。なんだ美味しいキスとかなんかね、そんなんがさ、チュッチュにもそういうパターンあるんだと思ってさ。チュッチュね。チュッチュとかそういう話はまたちょっと後にしましょうか。そうなの？いやなんか聞きたいこともいっぱいありますから。まあ7周年ですから。そうですね。お祝いしつつ盛り上げていきましょうよ。行きましょう。ということで、それではオタク FM77スタートです。カーズ・オブ・フェイター。このコーナーでは7周年にちなんで7つのトークテーマをご用意しています。テーマはそれぞれカードに書かれているのですが、何が書かれているかは僕たちもまだ知りません。山さんにカードを選んでいただいて、引いたテーマに沿ってトークしていきます。
といということで、ここに7周年177枚のカードがあるわけなんですけども、はいさあ1から7これ、あります。はい、1から7ね。はい、さあ番号言うやつ。いやもう僕が引くのねこのカードを。なるほど。山さん、いやーこれマジでわかんねえんだ。ちょっとね透けそうになってるから、こうしますわ。なるほど、オッケーオッケー。いざこれ尋常に勝負。じゃあ言っていいんですか。どうぞ。はい。最近見た変な夢。ベルフェが描かれてますね。そうですね、印象に残っている夢、不思議な夢、怖かった夢、意味が気になる夢など、ということなんですが、山さん夢見る人？いやめっちゃ見んねんそれがね。そうなんや。記憶力があんまり良くないから、結構忘れっぽいんだけれども、今日なんかも見て、ちょっとこれね、番組が始まる前にカダヤンとフリーで話してた時にも言ったんだけど、本番が近いと眠れなくなるのね。言ってましたね。そうそう、だから浅い眠りになると思うんだけど、そういう時に結構夢を見るのね僕。今回見た夢っていうのが、ペンションみたいなところ。ペンションみたいなところに、僕が清掃員のアルバイトで行くのよ。独特な設定。本当に独特。なんでこういう夢を見たのかなっていうのが全然分かんなくて、ほら直前にさ、怖い夢を見たとか、怖い夢じゃない、怖い映画を見たとか、なんかこう印象に残るものがあると、それが夢に出てくるってあると思うんだけど、何にもそのペンションに関係なく、清掃員さんに関係なく、そういう夢をちょっと見まして、でペンションの中に入っていくのよ。よろしくお願いしますみたいな感じで、そうすると、受付の人がよろしくお願いします、このお部屋に入ってくださいねって入った部屋がいろんな多分ねペンションだからお客さんがいるのね。でしょうね。でお客さんのその脱ぎ散らかした服がたくさんあって、で清掃員さんだからほら床を掃除したりとか窓掃除したりとかっていうのが基本だと思ったんだけど、じゃあすいません、その皆さんの服を洗ってくださいねってつって言われるのよ。やば。でそのお客さんの数が半端じゃなくて、めちゃめちゃ多いの。でその服もさ、いろんな服があるわけですよ。これなんかすごい服なんだけれども、触って大丈夫なのっていう服から、お子さんの服まで、で洗濯機もさ、小さいのが1個ポンってあるだけなのね。その中にこれだけ、数で言うともう100も200もっていうそれ以上の数なのよ。その洗濯のものを一つの洗濯機でこれどうやってやるよと。一つしかも一つでほら最近のドラム型洗濯機っていうのじゃなくて、縦型の、そう昔あるやつ、ほら洗うところとドライするところが分かれたやつ。二層式？そう、二層式。それよく家の庭とかでガタ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 っていうやつ、あれを使って洗えっていうの。聞いてる人わからんで、二層式。本当にね。大丈夫かな。お父さんお母さんにぜひ聞いてください。聞くかな。しかも大体そのペンションってどんぐらいの規模よ、100人って。いや、そう入る時ってここがペンションかって見て思うと思うんだけど、小さいの、そんな100も200も入るようなとこじゃないの。2家族ぐらいが入るようなペンションです。だからお部屋もこう2つ3つぐらいかなっていうペンションなのにもかかわらずよ、入ったお部屋に人がどさっといて、めちゃくちゃ怖いやん。そうやね、尻滅裂。でも夢ってさ、そういうやつが多くない？まあ確かにね。確かにね。結果的にはどうなった？どこで起きた？そこなんだけれども、いやこれ無理やでって、とりあえず一つかみ洗濯物を洗濯機に入れたところで、5時50分かっていう感じで起きちゃいました。起きちゃった。変な夢。いや本当に変な夢。このペンションっていうからなんか殺人事件とかさ、そういう事件的なものに巻き込まれたんかな、あるやんか。よくあるね、サスペンスだ。山荘的なとかそんなイメージやったけど、何にもない。アルバイトです。それさ、何の仕事の前に見たの？逆に何に追い込まれててそういう夢を見たの？いや本当にやるなあかんことがいっぱいありすぎて、このオタク FM の仕事の前だからもう本当に今日なのよ。これ今日何にそんないっぱいしなあかんことがあるとかさ
なんかそんなさ人里離れたとこにさ閉じ込められてさ、そうよそうよみたいなそんな心境でおんの？毎回仕事って僕はそんな感じなのよ。緊張してんのよ。特に今日みたいにカダヤンが率先して進めてくれるっていう場であったとしても、やっぱちょっと緊張はね外せないのね。なるほどね。だからそれが何かしらこう自分を追い込むような形であんな夢に出たのかなって思う。そういう夢を、そう、夢はよく見る方なんですね。見るね。でもだからなんでそんな鮮明に覚えてんねやろって思ったんですけど、直近すぎるからそういうことだ。鮮明に覚えてんねや。なるほどね。めっちゃです。いや変な夢でしたね。はい、本当に聞いてる方オチとかないやんって思われるかもしれないんですけど、夢ってそういうものよ。言っちゃうと自分で言っちゃった。自分で言ってきた。フォローしとく、一応ね。他にもねたくさんお題はあったんですけども、山さんのお題は最近見た変な夢、本当に変でしたわということでございました。はい、以上カーズオブフェイトでした。それではここで一曲お聴きください。オーバータイム。滑るペン先が思いを伝える、インクがにじむように In my heart 君の色で澄み渡ってく、疲れてうなだれちゃって大丈夫か大丈夫か、そんな君を見かねて撫でてあげようか。分かってるだろう、いや気づいてしまえばいいさ。終わらせるべきは仕事じゃない、仕事じゃない。曖昧な境界線には終止符を打ちましょう。俺と次のフェーズへ Over time 全然問題ない。Give me the moment この瞬間を楽しもうか。あいや Over time 修正は効かない。 What do you wanna do tonight あいやいやいや。はい、今お聴きいただいたのはオベイミー新キャラクターソングプロジェクトテンプテーションスケープスからルシファーのオーバータイムでした。はい、聞いていただきましたね。いかがでした？いや収録は難しかったんじゃないですか？めっちゃ難しかったし、多分ね過去一練習したよ。すごい。それぐらいに、いや今までユニット曲であったりとか7人曲、もちろんこのソロの曲っていうのもいっぱい経験してきたよ。でも今回のっていうとこね、今回の曲もめちゃ難しいのよ。なるほど。しかも頭から。普通になんだろうな、スッと入るっていうのじゃなくて、なんかこう裏拍みたいなところから入んのよ。裏拍。そうんでさ、なんだろう、テンポも僕悪い方だから、最初とちったらもうなんかそこからアウトだよねって、もうそのプレッシャーで、これこのまま本番迎えたら絶対ダメだよねっていうところから、レッスンっていうところも企画していただいて、で何回も繰り返して本番に臨んだわけなんですよ。そのルシーの声って低いじゃん。でも低い声だけじゃなくて、今回ちょっと高い声っていうところもチャレンジしてみようっていうのでご相談もさせてもらって、この「オーバータイム」っていう曲が出来上がったわけなんだけれども、聞いてみて皆さんいかがだったかなって、その感想を聞くのがすっげえ楽しみであり怖い。いや、みんなもう8割怖い。だってソロもいっぱいって言ってるけど、ソロはマジで何年ぶりよ。いやもう6年ぐらいじゃないねえ。それぐらいぶりでしょ。ぶりソロは、だってユニットとか7人曲とかあったけど、ソロってかなり前だからね。だってキャラクターソングの一発目そうですよでしたからね、確か。って考えたら、その頃からでもやっぱたくさんね、楽曲歌わせていただいたりとか、機会をもらってるわけじゃないですか。そうですね。やっぱでもその山さんの、心境的なところはあれかもしれんけど、スキル的な面ではやっぱりぐんぐん成長曲線を描いてるわけやから。いやそうだといいんだけどね、そうだといいんだけど、スキルがアップするのと同時に曲のレベルもどんどん上がってるような気もするんだね。そんなこれがいや本当にいやだからといって一番最初のそのソロ曲が簡単かって言ったらもちろん簡単ではなくて、確かに。というのは
この分は僕はほらタレント演技者っていう仕事をしてるけど、まさか歌うっていう仕事をするなんて思ってもなかったから。それはそう、これ多分アイムさんは別として、みんなそうだと思うんだけれども、それがまた市場に流れるわけですかって。市場でございますよ。皆さんに聞いてもらえるわけですから、カラオケボックスじゃないんだよって考えると、すんげえプレッシャーだったわけよ、一発目って。だから多分練習の時とかリハの時とかって声震えてたんじゃないかなと思う。山さんほどのキャリアを持った方でもそうなるという。いやその歌のキャリアってもうゼロだもん僕。まあね。でそれをでも経験してたからこそ、今回も練習はあったけれども、臨むことができたっていうことを考えると、このしょっぱらのソロ曲であったりとかいい機会くれたなと思うんだよね。まあね。なんかすごいわかる。わかるでしょ。すごくわかる。わかるでしょ。多分この7人の中でここ共感してくれるのって片やんだと思うんだよ。そうかな、みんなどう思ってんやろうなって思いますけどね。それこれから聞いてよ。確かにね、続々とね発表されていくわけですから、楽しみでございますけども。僕も聞きたいです。はい、ありがとうございました。それでは次のコーナーに行きましょう。マイアイディアルバースデー。はい、7周年企画の一つオベイミー ASMR 第2弾バースデーシリーズはもう聞いてくれましたか？このシリーズはキャラクターがあなたの誕生日を全力でお祝いする特別 ASMR ストーリーになっています。そこでこのコーナーでは ASMR のシチュエーションを参考にゲストの皆さんの考える理想のバースデープランをプレゼンしていただこうと思いますということで、ルシファーは魔王城で誕生日パーティーをしたみたいですけども、山さんが MC をお祝いするならどんなプランを考えますかということですね。そのルシはね、あんな豪華なところで、バースデーパーティーをしたわけなんですけれども、僕はねどちらかっていうとすごく豪華なところっていうのも憧れはあるんだ。そこでやった方が MC が喜ぶだろうなっていうのもあるんだけれども、もっとこうなんだろうな、家庭的な空間っていうか、こじんまりじゃないんだけれども、仮にこうレストランだったとしても、居酒屋とか、なんかおじいちゃんおばあちゃんがやってるお店、小料理屋さんとか、そういうところでなんかちょっとしっぽりとお酒を酌み交わしておめでとう言いたいなと思うのね。バースデープランですよ。バースデープランで、そこで一番最後にバースデーのプレゼントを渡してあらまあっていうところ、でそこからそうだね、これがこう夜だとすると、帰りにこう銭湯かどっかね、銭湯かどっかね、銭湯かどっか行って、でお風呂入って、じゃあ一緒に帰ろうかって、なんかこうほらつっかけじゃないけれども、下駄みたいなのを履いてコロンコロンって帰りたい、そういうプラン。わかんないですよ。わかんないですけど、わかんないですけど、日常じゃない？日常じゃね？日常の何が悪い？いや日常はいいけど、さ、言うてみればバースデーや、で特別な日でしょ、でそういう時だってその居酒屋、おじいちゃんおばあちゃんがやってるところ、行ってるやろ普段っていう。行ってると思う？いや行ってないんやそれ。いや仮に行ってたとしよう、仮に行ってたとするならば、その特別な居酒屋さんをチョイスする。で事前におじいちゃんおばあちゃんとちょっとこう今度ねMC が来て、こういう感じのバースデーパーティーを、バースデーパーティーというかお祝いをしてあげたいんですって。うちはそんなのやってねえから。頑固やな。ごめんなさい。とうとう次の日で探します。ってなる可能性はあるかもしれない。頑固なじっちゃんばっちゃんのところはさすがに避けるわ。なんかできるかわからんけど、そう協力するわねみたいなね感じのとこね。ほらすごい気さくな話が好きなおじいちゃんおばあちゃんがいるお店とかってあるじゃん。そういうとこ行きたいのよ。じゃあもう特別になんか言うて着飾って背伸びして自分が普段行かないようなところを頑張って準備するっていうより、自分が手の届くところで特別なことじゃないけど
まあちょっと演出してあげる方がいいかなみたいな、そういうことです。日常の中の特別な感じをしてプレゼンしてあげる。そういうことうまいことをまとめてくれましたね。いやありがとうございます。でもなんか銭湯でカランコロンはいいですね。いいでしょ。いいですね。そうやね。確かにね。で帰りにこうちょっと金木犀の香りがふわんとするような季節まで季節まで。いやでもねちょっとそこは僕すごくこだわりがあって、めちゃめちゃ小さい頃、僕がまだ幼稚園前、幼稚園前って、僕の家ってお風呂なかったんですよ。そうなんや。だから銭湯にこうずっと行ってたのね。でその時の記憶ってお風呂に入った記憶っていうのは鮮明に覚えてないんだけど、金木犀の香りだけすげえ覚えてる。ちょっとした原体験っていうかなんかそんな感じあんねや。それを大人になって一緒に経験したいなって、であの頃の香りっていうのをずっと覚えててほしいなっていうのもあって、なるほどなるほど。このバースデーもし誕生日を祝うならっていうところに入れたわけ。いいね。いいねいいね。これはぜひともね経験させてあげたいし、共有したいよね。そういうことそういうことね。そういうこともあって実はねみたいなお話もできるし。そうなのよ。僕の過去っていうかちっちゃい頃にこういうことがあってみたいなお話もできるもんね。それそうなのよ。確かにそれはいいかも。しかも銭湯もあるでしょ。スーパー銭湯じゃなくてちょっと町のそうね銭湯、そういたから昔ながらの銭湯でなんか入ってでどっちかが先に出てきてで待っててみたいな感じもいいねみたいな。そこなのよ。なるほどね。今回の ASMR のルシとはもしかしたら真逆かもしれないのね。まあ確かにね。魔王城すごく豪華な魔王城でパーティーして、でもねその後帰るところがあるのよ。嘆きの館まで。その嘆きの館まで帰るところでちょっとこれ中身言っていいのかな。ちょっとなんかまあ配信中ですから。MC とじゃれ合うところがあるのね。なるほどね。そこのところMC がちょっとお酒入ってるから。お酒入ってるからあれこれ僕もこうなんか見ながらね、なかなか MC ちゃん大胆やねって思いながらっていうところがあったんだけれども、でもそんなにこうチュッチュタイムではなくて、なんかすごくね笑顔になるような感じのシチュエーションでじゃれ合ってるのよ。いっぱいチュッチュ。チュッチュは全面的に結構ね。全面的チュッチュタイム。チュッチュタイムだったよ。俺後半の方これかなりやったねって誕生パーティーでしょ。魔王城で。魔王城はおとなしかったの。で嘆きの館帰ってからのはいどうぞ。はいどうぞって。どうぞでございますよ。ずっとなんかパドック回って。そうぐるぐるゲートインして。はいどうぞ。ガチャン。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ったね。行ったね。本当に。でもやっぱこうルシーの S 感。ド S 感っていうのがとあるところに見えたかなと思います。プレゼントという形で。いや楽しみでございますね。でもねなんか2人ともちょっと山さんとルシファーのシチュエーションっていうのは確かに豪華絢爛と素朴な感じで逆やったかもしれんけど、帰り道とかそういうポイントではね似通ったところはあるかもしれないですね。そうだよね。なんか特別なこともしてあげたいけど2人のいる空間とかそんなものを大事にしたいみたいなところはあるんかもしれないですね。そこそういったところに共通点がねちょろっと見えてくれると僕も嬉しいかなとは思ったりするんですけれども、皆さんのルシファーとそして皆さんの MC ちゃんとのこの ASMR の世界を楽しんでいただきたいなと思います。おべいに ASMR バースデーシリーズケースルシファー主導権は余韻の中にはソルストア DL サイトにて好評配信中です。お好きなサイトでチェックしてみてください。また早期購入者特典として PC とスマートフォン用壁紙の配布を行っています。こちらもお見逃しなく。以上マイアイデアルバースデーでした。シリーズ完全新作オベイミーシナーズチョイスルシファーがスチームにて2026年に発売予定です。約20万字の大ボリュームで描かれる天使と悪魔の壮大な物語をぜひお見逃しなく。現在ウィッシュリスト登録キャンペーンも実施中。詳しくは公式 SNS をご確認ください。そして7周年イヤーを特別にするオベイミーバースデーグッズが期間限定で受注受付中です。今月はルシファーのバースデーグッズが登場。
この機会を逃すと手に入らない限定グッズとなっていますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてください。はい、そしてオベミー新キャラクターソングプロジェクトテンプテーションスケープスが展開中。毎月新しいキャラクターソングをリリースします。今月はルシファーのオーバータイムが好評配信中です。ぜひ何度でも聞いて感想やお気に入りのフレーズを教えてくださいね。今回紹介した各種サイトやショップ、公式 SNS のリンクは概要欄に載せていますので、ぜひそちらからアクセスしてください。さてお送りしてきましたオタク FM セブンスヘブンですが、そろそろお別れのお時間です。山さんいかがでしたでしょうか？いや楽しかったんだけどはい、言ってますけど、過去一なんかいろんなそのなんだ多分この後ボーナストラックっていうのかな、はい、あれもあったりして、はい、長い時間の収録になったような気がします。そうですね、多分なかなかの収録時間ボーナスセグメントは今回あんまりないと思いますよ。あ、そう？多分あんまないんじゃないですか。あ、そうなの？あんま喋ってないような気はしますけどね。本当ですか？結構喋ったような気がするんですよね。山さんに伝えたいネタとかもいっぱいあったんですけどね。あ、聞きたいわそれ聞きたいわネタってなんやねんみたいなところですけどなんかそれを話されるまま帰るなんかモヤモヤするなじゃあモヤモヤして帰っていただきましょうか。仕方ないなんで聞き出してくれよ俺にもっと俺に聞いてくれよ。聞きたいはい、ということでございますけども、あっという間でしたね、今回も。本当ですね。はい、今後とも、いろんな人が来てくれるということなんで、今回一発目やったんでね、山さんが楽しみでございます。次回はですね、ルーク役のおかきさんが遊びに来ていただけます。おやおやおかきさん、もうね本当にねおかきさん何回かね収録の中で最近もお会いさせてもらったんだけれども、笑顔のええ方やね笑顔のええ方やねいやほんまにね、おかきさんの笑顔って200種類あんねん。そんなにある？そうやねん、ほんまに。じゃあその200種類のうちの何種類見たんやろいやもっと見たいわ。いや知らんけど。いやでもおかきさんとね僕久々なんですよ正直。あ、本当に？はい。あらあら。だからめちゃくちゃ楽しみで。いや癒されてください。いますけども、はい、ありがとうございます。はい、山さんでも癒されてるけどね、これね。いやいやそんなことないですよ。本当に。今回のねオタク FM の感想はですね、ハッシュタグオタク FM7H こちらを入れて各 SNS でぜひ投稿してください。ということでオタク FM7-7、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とルシファー役の山下和也でした。バイバーイ。ルシファーだ。オベイにセブンスアニバーサリーは楽しんでるか？お前のために用意した贈り物を俺と一緒に振り返ろうか。まずはオベイにシリーズ完全新作ゲームオベイにシナーズチョイスルシファーがスチームでウィッシュリスト登録受付中だ。俺とお前の新たな物語を共に始めようか。そしてオベイミー ASMR 第2弾バースデーシリーズケースルシファー主導権は余韻の中にがソルストア DL サイトで好評配信中だ。早期購入特典もあるらしいぞ。詳しくは各サイトの商品ページを確認しろ。それからオベイミー新キャラクターソングプロジェクトテンプテーションスケープスはもう聞いたか？今月は俺の曲オーバータイムが各種音楽配信プラットフォームで配信中だ。たまには仕事を忘れて俺と過ごすのもいいだろう。最後にオベイミーシリーズ7周年を記念した特別なバースデーグッズを紹介しよう。俺たちのアニバーサリーイヤーをさらに特別にする限定グッズだ。受注受付はもう始まっている。遅刻するなよ。お前への感謝を込めたオベイミーセブンスアニバーサリー、俺と一緒に楽しもうか。